皆さん、こんにちは。今日は、記憶力を劇的に向上させる分散学習について詳しく解説します。まず、分散学習とは何か。簡単に言うと、学習を小分けにして間隔を空けて繰り返す方法です。でも、なぜこの方法が効果的なのか。脳科学の視点から説明していきましょう。人間の記憶には大きく分けて3つの段階があります。1つ目は短期記憶。新しい情報を一時的に保持する段階です。でも、ここでの記憶は非常に不安定ですぐに忘れてしまいます。2つ目は作業記憶。情報を処理しながら保持する段階です。ここでも、まだ記憶は定着していません。3つ目が長期記憶。ここまで到達すると情報が安定的に保存されます。分散学習が効果的な理由は、この記憶の仕組みにあります。一度に大量の情報を入れようとすると、脳が処理しきれず、ほとんどが短期記憶のまま消えてしまうんです。では、具体的な方法を順番に説明していきます。まず、学習時間について。1回の学習は20分が理想的です。なぜ20分なのか。これは脳の集中力が持続する最適な時間だからです。20分を超えると、集中力が急激に低下し学習効率が下がってしまいます。次に、復習の間隔について。これが最も重要なポイントです。科学的な研究によると、最適な間隔はこうなります。1回目の復習に14時間後。この時点で短期記憶から作業記憶への転換が始まります。2回目の復習72時間後3日後。ここで作業記憶から長期記憶への移行が進みます。3回目の復習1週間後。この段階で記憶がより強固なものになります。4回目の復習1ヶ月後。ここまで来るとほぼ完全に定着します。ただし、ここで注意が必要です。学習内容は適切な量に区切らなければいけません。20分で学習できる量の目安は、ウ英単語なら1520個、数学の公式なら23個、歴史の年表なら重要項目5つ程度。これ以上の量を詰め込もうとするとかえって効率が悪くなります。では、この方法を習慣化するための具体的なステップを説明します。ステップ1、学習環境の整備。同じ時間に学習する。同じ場所で行う。スマホは必ずサイレントに。ステップ2、記録のつかまつ方。カレンダーアプリに予定を入れる。復習日を自動でリマインド。進捗を記録する。ステップ3、モチベーション管理。小さな目標から始める。不達成を可視化する。定期的に見直す。ここまでの内容を実際に活用するためのコツをいくつか紹介します。1つ目、潮が高夜が高を見極める。自分の集中力が高い時間帯に合わせて学習時間を設定します。2つ目、休日の活用。平日に復習できなかった場合のバッファとして休日を使います。3つ目、継続のための工夫。学習前後に決まった行動をする。例えば、学習前にコーヒーを飲む。学習後に音楽を聴くなど。最後によくある質問にお答えしておきます。旧毎日同じ時間に学習できない場合は、多少のズレは問題ありません。同じ時間が理想ですが、2時間程度なら効果は変わりません。旧復習を飛ばしてしまった場合は、次の機会に2回分をまとめるのではなく、飛ばした分は諦めて次からまた通常通り進めましょう。旧複数の科目を同時に学習できる。可能ですが、はじめは1科目から、慣れてきたら2科目まで。3科目以上は最小しません。以上が、分散学習の基本から実践方法までのすべてです。今回の内容について、質問があればコメント欄でお答えしていきます。最後まで見ていただきありがとうございました。実践してみた感想や独自の工夫などもぜひコメントで教えてください。